カットがかかった後も隠れて一口食べようかなっていうポテトもいただきました。今日は陸流がマクドナルドの CM に出ましたというニューストピックスだけでは終わらせたくないサンサンタイムズらしいお話です。もちろん三浦璃来さんと木原龍一さんがマクドナルドのテレビ CM に初出演するのはとても大きな話題です。でも本当にほっこりするのはそのニュースの奥にありました。喧嘩をした時は美味しいものを相手にあげて仲直りする。試合後のご褒美はビッグマックとポテト。揚げたてのポテトが出てくると二人で声を揃えてポテトを。今日は初 CM 出演というニュースではなく美味しいものに滲む陸流の変わらない絆を見つめます。後半にはお二人のとっておきインタビューもありますので、ぜひどうぞ。それでは、美味しいマックシェイクでも片手に、9分間の物語、ゆったりとご覧ください。仲直りは、美味しいもの。今回のインタビューで、サンサンタイムズとして一番大切にしたいのは、仲直りのエピソードです。三浦さんは、喧嘩をした時の仲直りについて、美味しい食べ物を相手にあげることが、結成当時から変わらないと話しています。喧嘩をした際に仲直りするときは美味しい食べ物とかそういうのを相手にあげるっていうで仲直りするっていうのがねもう変わらないエピソードですね。木原さんも頑張った時、辛かった時、仲直りする時には必ず美味しいものを食べて二人で前を向いてきたと語っています。これすごく陸流らしいですよね。強いペアだからぶつからないのではありません。ぶつかっても最後は一緒に食べて笑ってまた同じ方向を向く。その柔らかさが世界一の土台だったのかもしれません。ご褒美のビッグマック。二人にとってビッグマックとポテトはただの撮影小道具ではありませんでした。シーズン中は食事を節制し、試合前は簡単には好きなものを食べられない。だからこそ、試合後のお疲れ様会で食べるビッグマックとポテトは特別なご褒美だったそうです。木原さんは海外試合の後、近くのマクドナルドまで二人で買いに行った思い出も明かしています。世界の大舞台で戦った後に二人で車を走らせてマクドナルドへ向かう。その光景を想像するだけで金メダルの裏側にあった普通の幸せが見えてくる気がします。ポテトで会ってしまう二人。撮影現場ではビッグマックの食べカットだけでなくマックフライポテトが出てきた瞬間にも二人らしい場面がありました。予想していなかったポテトの登場に三浦さんと木原さんは声を揃えてポテトと喜んだそうです。しかもそのリアクションが本当に息ぴったり。現場も笑いに包まれました。リンクの上で呼吸を合わせてきた二人は、ポテトを前にしても、やっぱり合ってしまう。合わせようとして合わせるのではなく、自然と同じ方向を向く。それが、陸流の魅力です。食べると無言になる幸せ。さらにほっこりするのが、美味しいものを食べている時の二人です。木原さんは、食事をコントロールしている時期もあったからこそ、美味しいものを食べるときは二人とも幸せだね、と言いながら食べると話しています。そして、あまりにも美味しいので、会話が続かなくなり、食べることに集中して無言になるのだとか。これも、いいですね。世界一の二人が、難しい言葉ではなく、ただ幸せだねと言って食べる。その普通の時間があったから、また次の練習へ、次の試合へ迎えたのだと思います。青春は、スケートと野球。今回の CM は、細田守監督作品の名シーンと実写が重なる、夏と青春を感じる内容です。三浦さんは、青春はスケート人生そのものだったと語りました。一方で木原さんは、練習後によく野球をしていて、リンクにバットとグローブを持っていくほどだったと、少し笑える青春の思い出を話しています。ここにも、二人の違いが出ています。まっすぐにスケート人生を語る三浦さんと、
ちょっと照れ隠しのように野球の話をする木原さん。その違いがあるから、二人の会話には温度が生まれるのかもしれません。初 CM ではなく、第2章の笑顔。もちろん、マクドナルド CM 初出演は大きな出来事です。6月30日から全国で放映される新 CM では、ビッグマックとコカ・コーラ、そして夏の風景の中で二人の笑顔が見られます。でも、見つめたいのは、出演そのものより、その奥にある二人の時間です。試合後のご褒美、喧嘩後の仲直り、食べると無言になるほどの幸せ、ポテトで声が揃う瞬間。そこには、競技を終えても変わらない、陸流の温かい関係性があります。終わりに、金メダルの陸流も素晴らしい。でも、ビッグマックを前に笑う、陸流。ポテトに声を揃える、陸流。美味しいもので仲直りする、陸流も、同じくらい心に残ります。世界一のペアを支えていたのは、大きな夢だけではありませんでした。辛い日も、頑張った日も、最後に一緒に食べて、笑って、また前を向く。そんな小さな幸せの積み重ねが、二人をここまで連れてきたのかもしれません。初 CM 出演という、ニュースの奥に見えた、陸流の変わらない素顔。これからの第2章も、きっとこの温かい笑顔のまま続いていきますね。ぜひ次回もご覧ください。この動画は、世界中の陸流ファンへ33言語の字幕付きでお届けしています。こんなコメントもいただきました。素晴らしい魅力あふれるデュオ、陸流さん、おめでとうございます。あなたたちの素晴らしいパフォーマンスを見るのが止まりません。動画もとても気に入りました。ポルトガル語の字幕もありがとうございます。コメント欄でも世界中の陸流ファンの皆さんが温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひこのチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。喧嘩をした際に仲直りするときは美味しい食べ物とかそういうのを相手にあげるっていうで仲直りするっていうのがねもう変わらないエピソードですね。私はやっぱり夏もシーズンオフなんですけど、練習をするんです。やっぱりリンクは寒いので練習と練習の合間の休憩時間に外に行って日向ぼっこしてたりしますね。やっぱりあったかいので。ありがとうございます。木原さんいかがでしょう。僕はそうです。いつも毎年ナイアガラに行くよね。ナイアガラの滝に行ってその夏を感じてますね。でそのナイアガラの近くにあるミニゴルフで2人で楽しくミニゴルフをしてます。そうなんですか。それはもう毎年そのナイアガラの滝でこうマイナスイオンじゃないですけどこういったそうですね。焼こうとしてはないんですけど悪いものを全部流しちゃおうということで。ウォータースキーに挑戦してみたいなって思ってます。ウォータースキーするの？ウォータースキーなんか振り付けの先生がウォータースキーをやったっていう話を聞いてすごい楽しそうだなと思ってやってみたいです。ありがとうございます。木原さんいかがでしょう。僕はりきちゃんと2人でロードバイクに挑戦したいかなっていうふうに思います。やっぱり足腰鍛えるのにすごいいいと思いますし、もともとその2人でやりたいっていうふうに話してたんですけどなかなかその現役の時はできなかったので今年の夏こそ挑戦したいなっていうふうに思います。完成した CM がこちら。あの頃も今もいつだってビッグスマイルビッグマック。カットがかかった間も隠れて一口食べようかなっていうポテトもいただきました。